NPO 法人ホーユーの事務局長をしている渡辺です。私どもの、していることはホームレス自立支援事業です。いろいろな事情や都合で路上生活をせざるを得なくなった方々が路上生活から脱却し、また、社会生活に参加して、いただくために、そのお手伝いをしています。具体的には、ホームレス生活者の方は、駅や、公園やそれからテント村を作って生活していますけども、生活保護を申請するためには住所を設定しないと、受理されません。そのために、私どもの運営しているアパートに住所を設定し、生活保護を申請し、生活保護が受理されたら、疲れた、心と体を治してもらって、ハローワークなどに、求職活動をしながらまた社会生活に、戻ってもらうという、手伝いです。現在14名入居されています。で震災、当日は、私はホーユーの事務所におりまして、崖の上に建っているアパートの一室が事務室なので、このままアパートが崩れて、死んでしまうのではないかというぐらいの恐怖感がありました。で被災者への、炊き出し活動として、カトリック北仙台教会に、100人分の保存食があるということで、3月14日の夜から、炊き出しを始めました。それは3月31日まで、続けました。また、その時は、ライフラインもストップし、物資も入らず、特にガソリンが手に入りませんでしたので思うような動きができませんでしたけども、3月19日に、緊急車両をして受けてから、ガソリンを給油できるようになったので、だいぶ助かりました。それから物流もストップしていまして、支援品を送りたいけどもということでしたけども、物流が止まっていましたけども、3月22日から、各地から支援品が届けられました。で、支援品は、その炊き出しの時に、差し上げたり、などしましたけども、3月には、石巻の避難所に、届けました。それから 3月中もう1箇所は南相馬市の原町区に、で炊き出しをしようと思って、出かけましたけども、町に入りましたらもうゴーストタウン状態で、皆さんが町から早く出ていかなくちゃないっていう雰囲気でした。で炊き出しの準備をしていったのですけども、結局炊き出しはできませんでした。それから4月に入りましてから、岩沼市で、マスクが欲しいということがありましたので、マスクを3000枚お届けしました。でそれ以降、岩沼市と渡里町の、対策本部に、支援品何か必要なものはありませんかとお伺いしたんですけども、もう間に合っているのでいらないと断られました。それから、5月になりましてから、パーソナルサポートセンターの協力で、避難所3カ所で、豚丼の炊き出しを行いました。5月8日はサンピア仙台で、
230人分、それから5月9日は田子市民センターで87人分、それから5月14日は樺野町小学校で70人分の、炊き出しをいたしました。でその他、避難所、現在は、避難所から仮設住宅に皆さん移られているわけですけども、仮設住宅の問題があって、仮設住宅と関わることになりました。それは、仮設住宅の中で、台所っていいますか、流しの上に収納ボックスがあるんですが、その位置がですね、頭を上げるとごっつんこする位置にあるので、頭をぶつけないで済む上に上げてほしいということと、それからシャワーの取っ手が浴槽にあるので、とてもその不便なので洗い場の方に移してほしいという要望がありまして、6世帯分、その、手なし工事を、ホーユーの入居者の人といたしました。でその作業しながら、その仮設に入られた方、荒浜1丁目から第1号で入られた方だったそうですけども、とてもその狭くて、鉄骨プレハブなので、夏を迎えたら、熱中症になる人が出てきて大変なことになるんじゃないかなというふうに思って、おりました。